今日は午前中だけ学校があって、今帰ってきて2時過ぎぐらい。とりあえず昼ご飯。一応、白飯と、味噌汁だけ用意したんですけど、これがもう、すごい気になってしょうがない。ご飯にかけるなめ焼きそば。昨日、三春のハーブガーデンで買ってきた、これが本当どんな味なのか。絶対うまいことは間違いないと思いますけど、ご飯にかけるだけで美味しくなる。浪江焼きそばオンホットご飯って書いてありますけど、ご飯にかけるだけで浪江焼きそばの味になるみたいな感じのやつなんですかね。まず浪江焼きそば自体は食べたことないんですけど、ちょっと気になって買ってきてみました。あ、結構ゴツゴツ具材が入ってるんだ。おー、めちゃくちゃうまそう。てかもう、これ開けた瞬間、ソースの香りがすごくて、で、肉とかも結構入ってそうなので、美味しそうですね。うわ、これうますぎる。ひき肉的なのと、人参と、キャベツとかが入ってるのかな。これにものすごくソースの味が染みてて、ご飯とめちゃくちゃ合います。確かに焼きそばっていう感じ。なんか、あれですね、ご飯に乗せて食べるとなんか漬物乗せて食べてるような感じなんですけど、味はめちゃくちゃ焼きそば。で、本物の浪江焼きそば、いつか食べたいですけどね。ああ、じゃあこれも食べちゃおうかな。今からこれ納豆食べようと思ったんですけど、これに、この家族の浅草からのお土産の唐辛子、ちょっとかけてみよう。めちゃめちゃ七味唐辛子大好物なんですよね。そして、もうなんか匂いから普通の唐辛子と違くて結構スパイシーな感じ。おお、めちゃめちゃうまそう。やっぱうまいな。この薬味一つ一つの味がしっかり出てるというか、なんかね、家族も言ってたんですけれども、山椒が結構強いんですよね。かなり山椒の味が出てるなっていう感じはしますね。いや、これめちゃくちゃ美味しい。家に常備したいです。こいつ。おー、来た。これはですね、アップローチのバンドです。今使ってるこのアップローチシリーズ7だったかな、これ。あれこれいくつなんだっけかなあ、7だね。シリーズ7の、バンド。今ね、ちゃんとしたバンドが全然なくて、ちゃんと使えてるのが、これ買った時に、ついてきたアップル純正のナイキのスポーツバンドだっけスポーツループみたいなのしかなくて、いろいろね、なんかサードパーティー製のバンドをね、アマゾンで適当に買ったりしてるんですが、やっぱりね、品質が悪すぎて、特にこれね、これアマゾンで、1000円ぐらいで多分買ったバンドなんですけれども、まあ、ここにありますが、純正の、アップル純正のナイキモデルの、なんかこういうスポーツバンドだけかなこう、シリコン製になってて、ここに穴が開いててみたいな感じのバンドを丸々パクったやつなんですけれども、これがめちゃくちゃ品質悪くて、なんか、素材自体がちょっと貧弱でやばいし、すごいなんか、経年劣化かわかんないけど、すごいベタベタしてくるし、で、黄色い部分が変色してきてるんですよね。これちゃんとね、洗ったりしてるんですが、それでも、劣化とか化学反応とかでどうしてもね、こういうやつ変色しちゃうんですよね、ほら。そしてここが切れてたりとかして、もう全然貧弱すぎてダメなんで、やっぱりね、純正品を買おうっていうことで、ここ後ろ見ると書いてあるんですけど、アップローチのこのナイキモデルのやつで、これありましたね。ナイキスポーツバンドっていうやつなんですけれども、これね、白ベースで、この穴が開いてるリングの、枠の部分が黒になってるみたいなやつなんですけど、もうこれ廃盤になってて、今だとね、なんだろうな、この白の部分が、白一色じゃなくて、なんか再生素材みたいなの使われてるのかわかんないですけど、こう、なんか粒々が入ってるみたいな、そういうタイプのやつなんですけれども、まあ、それはそれでかっこいいと思ってるんですけど、このね、この配色の、バンドがね、見た目的にめちゃくちゃ好きで、どうしても手に入れなかったので、買いました。まあ、中古で、メルカリで買いましたね。まあ、最近ですね、純正品であっても結構中古で買ったりしてるんですよ。やっぱり節約になるし、全然中古とかでも、誰かが前に使ってたとしても、全然ね、やっぱり品質高いものは劣化してないので、最近中古で、いろいろ、まあ、主にメルカリね。メルカリも最近ヘビーユーズしてて、メルカリで買ったんですが、でもこれに関しては、もう、アップルの公式じゃ売ってないので、そのメルカリとか、そういうどっかで、中古に出会わないと手に入れられないものなので、めちゃくちゃね、これが欲しかったんですよ。で、実はですね、これ、純正のやつ、これ1個持ってるんですけれども、ここだけなんですよね。この、この、なんつうのバックルでいいのかな
この金具とかついてる方じゃなくて、もう一個の方。これだけなぜか、これ純正品なんですよ。これ純正品なんですけど、なぜこれだけ持ってるかっていうと、一回メルカリで買ったんですよ。そしたら、まあ、ちゃんとその出品者の人は説明文とか読んだりとか、よく見れば分かった話なので、完全に自分が悪いんですけど、この部分だけ出品してくれたんですよね。で、アップローチのバンドって、この金具のついてる部分っていうのは必ずつくんですけれども、その他に、このもう一つのこのパーツの部分が、SM サイズってやつと ML サイズみたいなのって二つつくんですよ。で、これが ML サイズなんですよ。で、おそらくですね、その出品者の人は、多分ね、自分は、手首が結構細くて、SM サイズが合ってて使ってるから、この ML サイズ全然使ってないから出品したいってことだと思ったんですよ。でも自分は普通にこのバンドをちゃんと使いたくて買ったので、これしかなくても使えないところで、これ結局使えなかったんですけど、どうしてこれは、どうしようかなって感じなんですけど、もう使えないんで、しょうがないんですが、ちゃんとこれは全部セットになってるやつ。多分ね、自分はね、手首が少し太い方なので、ML サイズを使うと思うんですけど、これはこの、金具のついてる部分も、この2サイズある、この、もう片方の部分もついてるってやつで、この人はね、もう箱とかもちゃんと綺麗に取っといてくれて、完全な状態で送ってくれたって感じなので、すごい、あの、好印象なんですけど、はいはいはい。おアップルウォッチのバンド、あれですね、バンド単体のものを開封したの初めてかもな。買ったことないので。おー、いいね。あ、やっぱ全然当たり前だけど、純正だと品質違いますね。で、こっちが、SM サイズって短い方で、多分ね、この人はこっちを使ってたって言ってたんですよ。ちょっと汚れてるの見るとわかると思うんですけど、こっちを使ってて、で、こっちはもう完全な新品らしいです。この ML サイズの方は完全な新品らしくて、よいしょ。おー、めっちゃ綺麗なんだけど。やば。ちょっとこれ使うのもったいないぐらい。この前間違って買った。こっち使おうかな。なんか、綺麗すぎて使うのもったいない気がしてきたし、これはこれで未使用品って言って、格安で売るのもありかもしれないですけど、欲しかったのこれなんですよ。これがこれだけ売ってくれればね、良かったんですが、まあさすがにね、そんな人はいなかったので、これもついてくるって感じになったんですけれども、まあ、これとこれがあれば、もうこれ純正品なので、やっぱ全然違うな。この、硬さとかもね、全然違うんですよ。まあ、硬さって言っても、単に硬いわけじゃなくて、こう、なんだろうな、程よい硬さというか、なんか柔すぎてもね、品質低い感じするじゃないですか。それに、まあなんか細かいところの作りとか、あと素材とかもね、全然こう経年劣化で変色したり、ベタついてきたりしそうな素材でもないし、まあやっぱりね、アップル製品使ってる方だったらわかると思うんですけど、細かいところの作りが全然違うんですよね。で、ちょっと装着してみて、よいしょ。そう。よいしょ。どうなってんだどうやってつけんだこうか。これで、こうだ。あ、来た。あ、めちゃくちゃいいです。クオリティが全然違う。いいですね。めちゃくちゃいい感じ。付け心地もめちゃくちゃしっかりしてるし。3500円とかだって買ったのかな、多分。で、新品だとね、多分これ5000円ぐらいするので、まあ結構安く買ったので良かったんですけれども、はい。そんな感じ。ちょっとね、せっかくアップローチ持ってるので、ちょっといろんなバンド買いたいですね。まあ、アップル純正がいいって言っても、まあ、必ずしもこう、完全なアップル純正にこだわるわけじゃなくて、まあ、無名メーカーみたいなところを買わなきゃいいと思うんですよね。アップルの純正の他にもちゃんとアップルウォッチのバンドを作ってるブランドってあるんで、そういうところから買えばいいと思うんですけど、まあでも、めちゃくちゃいい。良かったです。これもあれかな祖母にもらったやつですかね。なんかビスケット的なやつ。
あ、やばい。完全にソファーで寝落ちしてました。あ、今これ撮影しててこの反射みたいなのなんだろうなと思ってたら、これ、先日ね、また、ガラスフィルムを割ってしまって、どこで落としたのかとかまだ全然心当たりがないんですけど、ちょうどね、インカメの上あたりが割れてて、インカメに干渉してないと思ったら、この割れた部分から、広がってる筋みたいなのがちょうどインカメのとこ通ってるんですよね。なのでこういう変な反射ができるようになっちゃいました。まあちょっとこれで、ちょっとインカメ使いにくくなっちゃったな。現在時刻、6時40分。今日はちょっとこのツルハドラッグに買い物に来ました。ここのツルハね、初めて来るんですけど、実はここがコンビニを除いてうちの近くにある一番近いお店なんですよね。こんなに近くにあるにもかかわらず一回も来たことないっていうね。ドラッグストアなので生鮮食品とかがないのでね、そこまで使い勝手が良くないのでっていうのもありますが、ちょっと初めて入る。さあ、2年住んでて行ったことがなかった最寄りの、お店で買ったものはトイレットペーパーです。今後そんなに行くことはないかな。生活用品とかやっぱりね、生活用品とかは売ってることは売ってるんですけど、やっぱりドラッグストアなのでスーパーマーケットとかと比べるとね、あれなので、でもこういうでかいものとか買うときはいいかも。自転車使わずにね、歩いても5分もかかんないんじゃないかな。3分ぐらいで来れるので。このトイレットペーパーは18ドルも入って400円とかだったんですよね。ツルハのオリジナルのやつみたいなんですけど、めちゃめちゃお買い得だった。しかもダブルだし。トイレットペーパーめちゃくちゃ危なかったんですよ。もうストックがこの1個しかなくて、で、もうそのラスト2本、最後の2本中1本目を使い切るタイミングだったので、危なかった。トイレットペーパー切らしたら本当にやばいですからね。でも紙質もなんかね、若干やばいような気もするんですけど、そんなに悪くはない。ダブルっていうのもありますけど、すぐ、引っ張っただけで切れそうとかではないですね。夕飯はペペロンチーノです。これ今ね、実家に帰った時の、これは、金曜日の、福島経由で地元に帰る時の動画編集してるんですけど、これ福島駅で撮った動画が、iPhone で音楽を流しながら動画撮っちゃってて、それに気づいたの福島駅に出るくらいに、あ、やべえ、音楽流れてたっていう感じで気づいたんですけど、iPhone の Apple の純正のカメラアプリだと、動画回すと音楽って自動で停止されるじゃないですか。でもこれね、プロカメラバイモーメントっていうサードパーティー製のカメラアプリで収録してるので、音楽が切れなくて、音楽流したまま、動画撮っちゃったんですよね。で、実際に音楽を流してたボリュームっていうのはすごいちっちゃくて、実際に普通に外歩いてて気づいてないくらいなので、すごいちっちゃいボリュームで音楽を流してたんですけれども、それに気づいてなかったんですけれども、ちっちゃいボリュームとはいえ、この iPhone のスピーカーから流れてる、同じ端末のスピーカーから流れてる音楽をマイクで拾ってるっていう状態なので、すんごいでっかく、音楽が入っちゃって、人の声とかも自分のね、声とかも全然取れてないし、音楽もバリバリ流れてるので、いやーこれは失態ですね。あれですね。こういう事故が起きないように、基本的にアプリで撮影するときは音量ゼロにしといた方がいいですね。気づかないんですよね。多分電車の中でイヤホンして音楽聴いてて、で、それ外して、で、多分ね、Bluetooth が切れると自動的に音楽の再生も止まると思うんですけど、音楽アプリは開いたままじゃないですか。で、そうすると iPhone の、ホーム画面というか、ロック画面とかに、ポップアップが出てくるじゃないですか。こう、音楽再生するポップアップみたいなのが出てきて、多分そこでね、触っちゃったりして、音楽再生しちゃったと思うんですよね。これがこう、音量が大きくなってたりしたら気づいたと思うんですけれども、音量めっちゃ低くなってたんですよ。あと、純正のカメラアプリだったら、撮影するとき音楽止まるんだけど、このアプリにはそういう仕様がないので、こんな風になってしまったというね。もうこことかめちゃくちゃ、流れてたこの曲がバリバリ入ってるっていう。はい、ということで、日が変わったあたりなんですけれども、今さっきまでちょっと作業してて、スープ飲みながらゆっくりしてるんですが、今日はなんと言ってもこいつ、
WWDC2024。これが、まあ、現地時間ではこれ、準10って書いてあるので、6月10日なんですけど、日本時間だと6月11日の午前2時から、なのであと2時間後に始まります。ライブ開始まで110分。ということで、19,000人が待機してるっていう感じです。もちろん通知オンにしてありますが、楽しみ。WWDC は、主にソフトウェアの発表なんですよね。ハードウェアとかは出てこないんですけど、主にソフトウェア。もう発表されるものはね、もうほとんど決まってるんですよ。Apple って毎年 iOS、MacOS とか WatchOS、iPadOS って毎年更新するんですよ。で、その OS を、ほとんど OS の発表ですね。その OS をこの WWDC、なんだっけ、ワールドワイドデベロッパーズカンファレンスだっけかな。そこに書いてありますね。なんですけれども、この WWDC、毎年6月ぐらいにあるこのイベントで、それぞれの iPhone とか Mac の OS を発表して、だいたい10月ぐらいにリリースされるみたいなのが、例年の Apple の流れなんで、今年も、iOS だと、最新が17だっけかな。だから iOS18 とかそうですね。iOS18 がおそらく発表されるんじゃないかなと思います。全然ね、リークの情報とか全然集めてなくて、その新しい OS が出るということしかわかんなくて、全然情報がわかんないんですけれども、だからこそ新鮮な感じで、見れるかなと思うので、何も情報がないまま、今回のイベントは見ようかなと思います。Apple のことなんでものすごい進化があると思うので、すごい期待しております。ちなみにですね、今、YouTube の画面を見せて喋ったんですけれども、もちろんその YouTube のプレミア公開というか、ライブ配信でも見ることできるんですけれども、おすすめなのはこの Apple の公式サイトで見ることがおすすめなんですよね。これ日本版の Apple のサイトじゃなくても、真の apple.com のサイト。だからもう全部英語なんですけれども、このサイトに行くと、大体ですね、このイベントが直前にあるときは、一番表の画面に、今回の場合 WWDC2024 って出てくるので、もっと見るで、これは今まだ始まってないので視聴できないんですけど、ここで始まってない状態だと、カレンダーに予定を追加するとか出てくるんですけど、そしてこれね、下の方に歴代のイベントが見れたりとかするんですけど、これがイベントが始まるとここで見れるんですけれども、何が一番いいかっていうと、日本語字幕がリアルタイムで付けられるんですよね。YouTube の、プレミア公開だと、アーカイブに載った状態、イベントが終わって後から見る状態だと、日本語字幕付けられるんですけれども、リアルタイムで日本語字幕が付けられないんですよ。ですが、この公式サイトからの視聴だと、リアルタイムでも日本語の字幕が使えるので、より、正確に情報が得られるっていうね。だいたい主要な言語は使えるんですよ。日本語、フランス語、スペイン語、韓国語とか。そういうね、主要な言語は使えて、で、もちろん日本語も対応してるっていうことなので、英語ね、ニュアンスで聞き取ることはできるんですけど、全然正確にわかるわけではないので、やっぱり日本語字幕つけてみたいので、これで見ます。あれですね、イベント見るときはちょっとゆっくりしたいので、ちょっとこの、PC テレビの方に持ってって HDMI につなげてみようと思うんですけれども、テレビではね、なんだっけ、これFire TV スティックをつないで使ってるんですけど、それのブラウザ機能みたいなのがあるんですけど、微妙に使いにくいので PC をつなげてみようと思います。ちょっとアプリイベントがあるっていう、完全に言い訳ですけど、ちょっとだけ。さて、残り1時間。待機人数が36,000になりました。もうね、めちゃくちゃ最近、もうここ数日やっぱりね、結構ジメジメしてきたんですよね。もう6月ぐらいって、例年日本の気候だと梅雨とかになると思うんですけど、梅雨とか明確に最近はもう、梅雨に入りましたとか発表がそんなに明確にされず、いつの間にか梅雨終わってましたみたいな、そういうあんまり明確な感じじゃないんですけど、結構6月に入ってもカラッとしてて、このまま湿度上がんないでほしいなと思ったら、さすがにちょっとジメジメが来ましたね。この1年の中で一番嫌な季節なんですけど、今日もね、さっき少し外出たら、パラパラ雨降ってて、
なんで自分が外に出た時だけ雨降るんだろうなっていう感じなんですけど、それでジメジメしてて、昼間はね、気温が結構高かったので、冷房つけてたんですけれども、夜になってね、結構ね、ちょっと窓開けて、確認してみたらそんなに暑くなかったので、エアコン止めたんですよ。そしたらめちゃくちゃ汗が吹き出してきて、で、湿度計とか見たら湿度が70%近くあって、すごい暑かったんで、これ冷房じゃなくて除湿ですね。さすがに冷房はいらないと思うんですけど、除湿でこの湿度を、湿気を除去している感じなんですけど、まあそれでだいぶ楽になってるんですよね。だから気温がそんなに高くないんですけど、湿度がこうめちゃくちゃ高いっていう一番こう立ちの悪いタイプの天気というか気候になってます。まあそれでもあんまり湿度下がらず62%ぐらいあるんですけれども、まあ除湿かけないよりはマシっていう感じですかね。まあ別に今あんまり汗かいてきたりとかしてないんですけど、まあじっとしてると汗かかないんですよね。でも少しでも動いたりとか、もう今日ね、夕方ここ掃除機かけたりしたんですけど、別に運動とかしなくても、その掃除機をかけるとか、そのくらいの労力で結構汗が出てくるぐらいジメジメしてますね。まあでもね、これまだマシな方で本当に本格的に梅雨が始まったりとか、真夏になってくるともっと過酷になるんですよね。すごい見れるようになってますね。これ公式のアップルの公式のサイトなんですけど、これあれですね。そっか、イベントをやるってことは、この商品ページも更新されないと、しないといけないので、もう完全に公式サイトでもこのアップルの iPhone とか、商品は見れなくなってて、もうこのアップルの、WWDC しか見れない専用サイトみたいな感じになってます。さあ。お、来た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 。そう、この公式サイトの方だと、このイベントが始まる数十分前から、こんな感じで、なんかアニメーションといい感じの音楽が見れるんですよね。これ今 YouTube の待機画面だとただサムネイルが出て、ただの待機画面なんですが、公式のサイトから見るとこんな感じのアニメーションと音楽が聴けるっていう。よし。さあ、いけるか。あ、来た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 。よし、OK。なんかこの曲よく聞いたら、あれですね、なんか、アップル製品の効果音が入ってるけど、そういうので作ってたりするのかな。さあ、あと3分。あ、もう2分になった。つまみはこの家族からもらったミックスナッツ。始まったー。なんかすげえかっこいいんだけど、このアップルの航空部隊なの。なんかいろいろ突っ込みどころがありますが。なるほど、このアニメーションをやりたかったのか。もうビジョン OS2 が出たのか。ビジョンプロで出たばっかだと思ってましたけれども、かなり進んでますね。さあ、これが庶民に普及するのはいつのことだかっていう感じですけれども。やっぱりね、やっぱ値段のこともありますし、そんなにまだまだ普及してないし、そもそも日本で売ってないっていうね。でも、あれだね、なんだっけ、夏ぐらいに、グローバルで発売するっていう噂があるんですけど、その発表ももしかして今回あるかな。日本でも発売するって言ってましたね。おー。ついにこれ、この機能、待ちに待ってた人も多いんじゃないですか、これ。Android みたいにアプリを自由にホーム画面のアイコンを配置できるんですよ。今までは、左上から順番にアプリのアイコンが整列されるっていう縛りが iPhone にあったんですけれども、それが Android みたいに自由にできるようになったっていう。なんか結構ね、これができないから iPhone は嫌だみたいなこと言ってる人結構いたので、ホーム画面の自由度はこれで Android 並みになったんじゃないですか？ウィジェットも使えるようになったし。こういうアプリのアイコンの見た目も変えられるようになったんだ。これ楽しみだな。ちょっとめちゃくちゃ楽しみなんだけど。ちょっとめちゃくちゃリリースが楽しみ。これ良くないですか？全部一色にできるみたいなね。いやー、iOS18 もこれ新機能盛りだくさんですね。めちゃくちゃ楽しみです。やっぱ、でも、その中でも一番楽しみはやっぱホーム画面がこう自由にアイコンが配置できるようになったり、アイコンの見た目が変えられるようになったりっていう、その機能がめちゃくちゃ楽しみです。もうそろそろ1時間経つし、もうここまでで結構モリモリな内容ですが、
まだ MacOS が出てませんよね。一番見どころは MacOS。いや、かなり今回は情報量がすごいです。なんか、すごい。これ、本当にやってんのかな、それとも合成なのか。すごっ。さあ、次の MacOS の名称は何でしょう。おー、いい色味。おー、すごいエピソードが。へー。セコイア。今回の MacOS はセコイアだそうです。Mac で iPhone の画面を操作できんだ。確かに Mac で作業しててわざわざ iPhone に持ち帰る必要ないのはいいかも。この機能も何気便利ですね。Windows とかにはあったんですけど、ウィンドウ端っこに持っていくと自動的にこうぴったりの大きさになるっていうね。結構ね、MacOS でこのウィンドウの大きさ変えるのね、結構めんどくさかったりするんで、この機能かなりありがたい。こういうところの使い勝手がね、ちょっと Windows に負けてる気がしたので、これかなり使いやすくなりそう。めっちゃジャパンが出てきたんだけど、このジェンモージってやつ面白いですね。なんか絵文字のなんかこう、進化版みたいな感じで、状況を細かく伝えられるみたいなんですけど、なかなか面白い。あ、これあれじゃない？ピクセルでいう消しゴムマジック的な。お、そろそろ終わりですかね。今回は盛りだくさんな内容ということで2時間コースでした。iPhone で撮影して Mac で編集しました。いやー、今回も面白かったです。内容がかなり盛りだくさんで。いやー、楽しかった。今これ、そういえばと思って Apple Store 開いてみたら、Vision Pro、日本でも発売されたので、もうこれ買えるのかな？もう今までね、アメリカでしか買えなくて、結構苦労して手に入れてる方がいましたが、日本とかその他の国でも正式に発表されて買えるというような状態になったみたいです。なのでこのラインナップの中にビジョンプロが増えてます。で、価格を見る。高そうだよな。いくらになんだろうな。何これ？ Apple Vision Pro パーソナルの1台にしよう。まずライトシーディングとヘッドバンドのための測定を行います。これを完了しないと先に進めないのかな？フェイス ID 搭載したやつじゃないとダメだって。これ多分第9世代だから、それがないのでできないという。ダメか。このデータがないとなんか先に進めないみたいだけど、ちょっと透けて見えるんですよね。ストレージ256ギガが59万9800円。高っ。そして、1TB のモデルだと66万9800円。なんか、元の値段が高すぎて、このストレージが上がっていく、このストレージのこの値段の差がめちゃくちゃ安く見えますけど、2ゴロと1テラで7万円くらい違うんですね。なんかね、MacBook とかだと、ストレージ上げるとめちゃくちゃ値段が跳ね上がったりして、ストレージ上げるだけでこんな高いのかって思ったりするんですけど、Vision Pro に関してはもう元の値段がバグってるので、もうこの7、8万円の差なんてめちゃくちゃちっちゃく見えてしまうという。そんな感じ。カスタマイズするのは有料だけなんですかね。すご。主な特徴。注文は6月14日から。さあ、日本でもこれをつける人が現れるのでしょうか。東京とかだったらね、結構つける人見そうですけれども、仙台とかこういう地方都市で普及するのはどうなんだろうな。意外とみんなすぐつけ出すのか。まずそのビジョンプロに限らずこの VR ゴーグルとかつけてる人をね、あんまり見たことがないし、まず値段が値段なので、ちょっとなーっていう感じですけど、ちゃんとこのラインナップの中にもビジョンプロが追加されていると。やばいやばいやばい。外が完全に明るくなってきます。寝ます。さて朝ごはんに今日のこのご飯にかける浪江焼きそば。これめちゃくちゃ美味しいですね。なんか漬物的な感覚でご飯に乗せて食べれるんだけど、なんかしっかり焼きそば味みたいな。あとこれも食べてみます。これも三春で買ってきたやつなんですけど、ワカサギの唐揚げ。これはカフェの隣のお店で買ったやつですね。このパックが、これなんか、あれですね。スーパーの惣菜とかのやつと違って、一回開けたら終わりみたいな感じのやつなので、これ違う容器に保存しないといけなそうですが、ちょっといただいてみます。あ、うまっ！めちゃくちゃうまい。これやばいっすね。ワカサギの味と衣についてる味がめっちゃマッチしてて美味しいです。めちゃめちゃご飯に合いそう。とりあえずコーヒーいただきます。
めちゃめちゃ暑いなと思って温度計見たらなんと28度あります。この部屋暑すぎる。そして湿度は 58%。まあ低くはないけど、この季節にしてはそんな高くないので、これはもう単純に気温が高いんですかね。ちょっと冷房かけます。外気温は25度か。室内の方が暑いですね。本日はこいつ、先週やろうと思ってできなかったデスク下の配線処理をやろうと思います。もともとついてた配線ラックに一応配線してたんですけど、めちゃくちゃ汚くて、ちょっと配線やり直したいなと思ったのと、配線の量がちょっと多くて、これ配線ラックがもう一個あるので、これを追加したいなと思って、今元々の配線ラックにあったものを全部、配線とか取り外したところです。とりあえず今からこのもう一つの配線ラックを取り付けて配線を戻していきたいと思います。これはですね、IKEA の配線ラックで、自分が買った時は1500円とかでしたかね。めちゃくちゃコスパ良くて、そしてでかいんですよ。よいしょ。本体がこれですね。この網みたいなやつ。で、これが付属品で、この T 字の金具。これがデスクに取り付けるための金具です。で、あとは取り付け用のネジと、あと折り目ナットみたいなのがついてるんですけど、ちゃんとした天然木の天板のテーブルだと使えるんですが、これハニカムボードのやつなので、折り目ナット使えないので、ネジで直差しで取り付けようと思います。一応取り付け位置としては、この端っこの方に取り付けようと思いますね。本当に端の方。じゃないと座った時に足に当たって、ちょっと違和感あるかなと思ったので、端の方ですね。で、この向きね。この向きで取り付けたいんだけど、やっぱちょっと後ろ飛び出るんですね。どうしようかな。やっぱりこれでいこうか迷う。まあでもちょうどこの飛び出るところに、充電ステーションがあるから、これはこれで使いやすいのかな。それにこの同じ向きだとしても干渉しちゃうんですよね。この元のやつと。なので、いや、とりあえずこれでいきます。よし、とりあえずですね。ということで、とりあえずこれ取り付けたので、配線するのは、ちょっと休憩してから、もう少し経ってからやります。さて、今日は久々にランニングします。5キロくらいかな。最近めっちゃ運動不足でやばいし、そしてね、ここ1週間ぐらい喉とか鼻の調子が悪くてちょっと休んでたんですよね。なのでめっちゃ久々な感じするんですけど、とりあえずちょっとランニングしてきます。今2キロ、ちょうど2キロ、で17分ですね。やっぱね、少し昼間の暑さが残ってるのがめちゃくちゃ暑く感じて汗が噴き出してきます。暑い。何度あるんだちなみに、22度あります。やっぱ20度を超えて走ると結構汗が噴き出してきますね。5キロ走ってきました。
とりあえずは現状維持って感じ。いや、めっちゃ汗かきました。蒸し暑い。夕飯はこれです。サバの水煮の缶詰を焼いて、チーズとマヨネーズをかけたやつ。あと胡椒かな。あとニンニク。これめちゃくちゃうまいですね。天才かもしれない。激うまです。いや、このね、チーズの感じ。やっぱチーズ入れると何でも美味しいですね。これ飲んでみます。無印良品で買ってきたカモミールオレンジピールティー。なんかこのカモミールティーを、寝る前とかに飲むとすごい、睡眠の質向上されて、ストレスとかも軽減されて、で、なんか自律神経が整うだかそんなことが、どっかに書いてあって、ちょっと飲んでみたくなって買ってきてみました。ちょっと楽しみ。よいしょ。無印良品のこのシリーズのお茶結構あって、やっぱね、かなり美味しいですよね。あ、そしてこれ、ノンカフェインだから、寝る前にカフェイン摂取しなくて済むっていうのもいいですね。で、これちゃんとドイツ製なんだ。そろそろ飲めるかな。多分初めて飲みますね、カモミールティー。うまっ！めちゃくちゃ癒される味だな。香りもいいし、確かに、いろいろ整いそうな味してる。はい。朝ごはんです。ご飯と味噌汁と、あとこれあれですね。この前ミハルで買ってきた、なんだっけ？何の唐揚げだっけ？これと、あとこれサラダなんですけど、これドレッシング。これもね、ミハルのハーブガーデンで買ってきたやつなんですけど、あそこの特製ドレッシング。トマトと、ナッツのドレッシング。これね、めちゃくちゃ美味しかったです。一回食べてみましたけど。美味しいですね。トマトの風味もしっかり出てるし、ナッツの味で結構、全体的にまろやかになる感じ。そして液体じゃなくてちょっとペーストに近いんですよね。だから、液体のドレッシングと、ちょっと野菜との絡まり方がちょっと違うんですよね。いや、これもうまい。味付けがね、甘いんですよね。魚自体も美味しいし、衣の付き方もいい感じ。今日はコーヒーのともに、こいつ食べてみます。ピーナッツ大根。これ多分、この前三原で買ってきたやつですね。こんな感じで、ピーナッツががっちり固められてる感じ。あ、うまっ。なんか、ピーナッツとか、くるみとか、いろいろ入ってそうな気がしますね。それを砂糖で固めてあるみたいな感じ。あ、めっちゃうま。なんか、しっかり、ナッツ本来の味もしっかり味わえて、なんか甘さもしょっぱさも感じるって感じ。昼休憩です。と言っても3時ですが。このね、モンスターのハビオンってやつ、新発売になるかわかんないけど、これ多分最近出たやつですよね。初めて飲んでみます。あ、リンゴ味なんだ。美味しいな。ピンクのモンスターと同じような味ですね。美味しい。いやー、朝めっちゃ暑かったんですけど、今は涼しくなりましたね。何度？ 26 度か。多分気温はあんま変わってないな。太陽がこうちょっと雲に隠れた上、日差しが弱くなったんで、ちょっと涼しくなった感じありますけど、気温は変わってませんでした。やばい、帰ってきて早々爆睡してたので、もう暗いですね。今7時ぐらい。しかし日が伸びましたね。もう7時15分ですけど、まだ明るいです。今日帰ってきてね、で、そのまま寝て、で、起きた時に外が明るかったので、冗談抜きで、もう翌日かと思ったんですけれども。おし、ちょっと、コーヒー休憩。すげえなー。これいいですよ。この、家族にもらったこの、ミックスナッツ。アーモンドとくるみとカシューナッツが入ったやつに、いつも食べてる、ピーナッツを入れるっていう。こうすると4種類のナッツがミックスされて、かなり美味しい。もうつまみこれだけで OK。では今日もカモミールティー飲んで寝ようと思います。
おはようございます。コーヒーです。このセブンの濃いライチサイダーみたいなの初めて飲んでみましたけど、めちゃくちゃうまい。ライチ結構大好物なんですよね。美味しい。すごいあれ、本物の馬がいる。スタバに行きたいんだけど、あえて家の近くのスタバに来てみました。あんまりね、今日店内で飲もうと思うんですけど、ここの店内で飲むことあんまないですね。駅前とかどっか遠く行った時はね、よくスタバ行くんですけど、ここまで来ると家帰っちゃった方がいいかなと思ってあんま来ないんですよね。そしてこれスタバの福袋に入ってたスタバの引換券なんですけど、ドリンクのこれがね2枚あったんだけど、この前1枚使ったんですよ。でどうやら回収不要のようで、よかったら持って帰りますかって言われたんでもらったんですよ。でそれが一緒に財布の中にあるので、あれどっちのカード使ったっけって思って、ちょっとそれが分かんなくなっちゃったんですけど、多分記憶上ねこっちのカードを使ってなかったと思うんですよ。なのでちょっとこれを出してみますが、すでに使われてますよって言われるかもしれないですが、ちょっと記憶が怪しい。結構良さげな角の席、いいですね。めちゃ快適。これ期間限定のほうじ茶クラシックラテだっけかな。でクリーム増量しました。前にもあったんですけど、多分なんか復刻版的な感じで、いやわかんない、定期的にやるのかもしれないけど、いただきます。うまい。めちゃくちゃうまいです。最高。クリームもうまい。うわ、とんでもない渋滞。ちょうど雨降ってきた。ジャストタイミングで帰ってきました。やばい。また私のアプローチ、傷が一つ増えました。これ見ていただけると分かりますよね。これ、右上のところ、ここね傷ができてしまいました。結構でかい。ここに当たったんですよ。この金属の手すりにガーって吸ってしまって傷がつきました。これね、その上にもこれ、横長の傷がね、この縁のところあると思うんですけど、これもね一昨年ぐらいに同じく、まあ場所は違いますが、こういう金属の手すりにガッと吸ってついた傷で、福島とかでやった記憶がありますね。それでここに大傷がついて、で今さっきまた同じことやってしまって、ここに傷が結構もう画面の中央じゃないですけど、画面の平面のところについてしまいましたね。前はこの縁のとこだったんですけど、結構ね画面に被る位置、液晶の部分に被る位置に傷がついてしまったんで、結構目立ちますね。やっぱりどうしてもぶつけてしちゃうんで、結構小傷とかもついてるんですよね。だらけです。アプローチやば。今日は10キロ走ってきました。やっぱちょっと気温高いんで結構汗かきましたが、結構余裕出てきました。まあペースはまあ現状維持って感じですね。もっと早くしたいです。ちょっとこのアクエリアスの粉タイプ、スポーツドリンクですね。これ買ってきてみました。
いしょ。ちょっとね、この運動した後とかは水分の他に塩分も補給した方がいいと思うので、ちゃんとこういうドリンクを飲もうと思います。これ1リットル用って書いてあるんだけど、この容器がね、850とかしか入んないで若干濃いめかもしれないですけど、まあいいでしょう。うわ、まだ明るいですね。夕飯にこれ食べてみます。地元で買ってきた会津産エゴマごぼうピリ辛漬け。あ、うまいっすね。しっかりごぼうの味も出てるし、このね、タレがピリ辛具合もいい感じだし、ごぼうとめちゃくちゃ合ってる感じ。なんかごぼうと味が一体化してる感じ。晴れてますね。朝食です。コーヒーのお供は多分これ祖母にもらったやつですね。トライアの羊羹。夜の梅って書いてありますけど、今絶賛朝ですけど、ちょっと食べてみよう。ちょっと冷蔵庫の奥に眠ってたやつなので、賞味期限心配だったんですが、大丈夫でした。うまそう。うん。かすかに梅の味はしますけど、大半が羊羹ですね。さあ、コーヒータイムです。最近ね、このブルボンの、有名なやつだと、ルマンドとかのシリーズあるじゃないですか。これがすごくね、個人的に好きな味だし、コスパも良くて、結構ハマってるんですよね。ルマンドの他にもこのバームロールとか、チョコリエールっていう、なんか、クッキーにチョコが乗ったようなやつとか、なんかいろいろあるんですよ。これがすごく美味しくて最近、ハマってるんですけど、このバームロールとかが一番好きかな。そして大きさとかもあんまり大きすぎなくて、コーヒー一回飲むのにちょうどいい量なんですよね。ちなみに昨日、一昨日は雨は降ってなかったんですけど、めちゃくちゃ蒸し暑かったんで、エアコンは除湿で回してたんですけれども、今日朝起きたら、湿度をね、低くはないと思うんですけれども、湿度より気温が気になったので、ちょっと冷房にしました。今、冷房23度にしてますが、ちょっとあれだな、このソファーのある位置がちょっとエアコン直撃するから、風向きを上向いたところで、止まれ。よし。本当はね、動かしておいた方が冷房効率いいんですけれども、ちょっとここにいてさすがに直撃だと寒いので、風向き上に向けておきましたが、明日とかもね、雨降ってジメジメするんで、そういう日は除湿かなっていう感じなんですけれども、そう、なんかね、最近、エアコンの匂いが気になって、フィルターとかの掃除は定期的にやってるんですけれども、エアコンの内部の掃除とかって、ここに引っ越してきてから一回もやってないんですよね。もう2年半ぐらい経つんですけれども、全然一回も掃除してなくて、で、内部のクリーニングとかだと自分でできなくて、なんか自分でやる方法もあるんだけど、あんまりこう、おすすめしないとか故障する可能性あるとか書いてあってちょっと怖くてできないから、業者呼んでやるのが一番いいっていう感じなんですけれども、なんかめんどくさいし、費用もかかりそうなので、なんかいい方法、自分でこう中いじったり、故障するリスクとかなく、綺麗にする方法ないかなって調べたら、なんか、めちゃくちゃ外が暑い日に、窓全開にして、で、エアコンの設定温度16度、最低の16度に設定して、で、風量マックスで1時間ぐらい回し続けると匂いが取れるっていう、記事があったので、やってみたら、本当に取れましたね。びっくりした。ちょっと半信半疑で、それ本当なのかよと思ってやってみたら、今匂いしないんですよね。うちね、お香焚いてるので、多分これで結構匂いついちゃったりとか、あと、ここね、ワンルームなんで、台所がね、部屋の中にあるので、料理の煙とかも、換気扇回しながらやってるんですけれども、多少こう、料理してる煙とかも吸っちゃってると思うので、結構内部汚れてたと思うんですけれども、なんか全然匂いしなくなりましたね。さすがにちゃんと業者呼んで、やってもらう、のには劣ると思うんですけれども、全然匂いしなくなって、快適です。これがね、匂いした時は、なんかね、エアコンかけてる時はまだいいんですよ。冷房をかけてる時はまだいいんですけれども、冷房を止めて、だんだん部屋の室温が上がってきた時に匂いがしてくるっていう感じだったんで、でもそれがなくなったので、めちゃくちゃ良かった。外と中の気温差で、エアコンの中にこう水分ができて、で、それが外に排出されるらしいんですよ。で、なるべく、それは平常運転でも起こってることなんですけれども、よりその水分量を増やして、その排出する水分を増やすために、めちゃくちゃ暑い日に、
最低温度で運転するっていうね。ちなみに冬やるときは逆らしくて、めちゃくちゃ極寒の日に30度とかにして窓を開けて1時間ぐらい風量マックスで回しとくと匂い取れるらしいです。とりあえずこれで当分大丈夫なんじゃないかなと思います。でもこのヨークベニマルの、隣に新しくマンションができるらしいんですよね。もうすでに結構、5階建てぐらいまでの高さになってますが、うちによくチラシが入ってきてね見るんですけど、なんか最近工事始まったと思ったら結構高い位置まで来てるので、なんかあっという間にできそうですね。なんかヨークベニマルのカート置き場がマンションの敷地内にあるらしくて、ヨークベニマルからカートのままマンションまで持っていけるっていう、それが売りらしいです。やっぱ日陰だと全然楽です。上杉通りまで歩いてきました。31分。いやうわ人多いな。うわもうエデン完全になくなっちゃいましたね。寂しいな。久しぶりに展望台に行ってみようかな。道分かってくる。そう、俺だから毎回さ、川内からあそこまで週2で遠いなと思って歩いてたよ、俺毎回ここ。結構いろいろ寄り道してきたっちゃったんで結構時間かかりましたが、なんとか帰りも歩ってきました。おお、今日2万歩近く歩きましたね。いや今日結構動いたな。岩鳥さんおはよう。夕飯はポークカレー。ちょっとご飯食べてゆっくりしようと思ってたところなんですが、食材が全然ないんで買い出しに行きます。明日雨なんでね、ちょっと今日のうちに買い出ししときたい。そして洗濯があと10分で終わっちゃう。まあいいや、ちょっとささっと行ってこよう。今日はもう一日雨ですね。そしてめちゃくちゃ暗い。昼間でも照明が必要なぐらい暗いです。よし。とりあえずコーヒー休憩。ちょっとエアコンの除湿機能だけじゃ全然追いつかなかったので、この脱衣所にある除湿機も稼働させてますが、もうダブルで除湿してなんとか湿度下がってくれるか。でもこれね、若干あったかい風が出てくるんですよね。なのでちょっと室温自体は上がっちゃうかもしんないけど、それよりも湿度を下げることを重視するっていうことで、とりあえずダブル除湿です。今日は雨で一日外に出れなかったのでクローゼットの整理をしてたんですけど、とは言ってもまだ全然、散らかってるんですが、嬉しい発見が2つ。長い、USB-C ケーブル。これ USB-C to C のケーブルですけど、最近ね、長い USB-C のケーブルが全然足りてなくて、携帯とかカメラとか充電するんだったら、短いものがいいというか、逆にぐちゃぐちゃしちゃうんで、短いやつの方がいいんですけど、PC を、使うときとかね、ある程度長さ欲しかったりとか、あと、最近GoPro とかでタイムラプスとか撮ったりするんですけれども、あの時に、GoPro に給電しながらタイムラプス撮りたい時に、ある程度の長さあった方がいいっていうことで、長い USB ケーブルがね、なくて、で、なんか前 MacBook についてたやつを使ってたんですけど、あれがね、断線して使えなくなっちゃったりとか、あとなんか、もう5年ぐらい前のやつなんで、この、ビニール製だったんですよね、ケーブルが。なので、加水分解しちゃって、めちゃくちゃベタベタになっちゃったんですよ。最近、ベルキンの、2メートルの USB-C ケーブル、これ 100W まで出せるやつなんですけど、これを買ったんですけど、これめちゃくちゃ良くて、良かったので、もう1本買おうかなと思ってたんですが、
これね、私が結構愛用してるこのランポーというブランドのケーブル。で、そもそもこのケーブル買った記憶がないんで、こんないいケーブルあると、家の中にあると知らなかったんですが、なんと出てきたっていうね。USB-C。どっちも USB-C だよね。これUSB-C だと思って喜んでると、マイクロ USB だったっていう事件がたまにあるんですが、これはちゃんと両方ともタイプ C ということで、これは使える。よかった。ベルキンのケーブルもう一本買わなくてよかったです。いや、待てよ。これ多分3メートルぐらいありますね。2メートルより長いんじゃないかと思って、今このデスクね、140センチなので、ここを使って測ってみたら、1往復できたので、多分これ、3メートル。3メートルさすがに長いな。持ち運びたいんですよね。このガジェットポーチの中に入れて持ち運びたいんで、さすがに3メートルはちょっと邪魔かも。ちょっと邪魔になるようだったら、やっぱりケーブル買うしかないですね。ダメだ、これさすがにでかすぎる。ちょっと無理ですね。このベルキンのケーブルと比べても全然大きさ違うので、ちょっとこれ持ち運び用には使えないかも。さすがに3メートル長すぎます。もう一個買うか、ベルキン。あとこれね、テーブルタップが出てきました。結構長いやつ。そう、もうこれ多分2週間ぐらい前の話なんですけれども、このデスクの裏の配線をやり直して、で、こっち側にもう一個配線ラックをつけて、ここにちょうどこの上の部分を充電ステーションにしようかなと思ってそれをやろうと思ったんですが、テーブルタップ、延長ケーブルというかね、テーブルタップが足りなくて全然進んでないというか全くやってなかったんですが、延長ケーブル見つかったので、ここに充電ステーション構築できます。今日やるかな、どうだろう。もうちょっと結構クローゼットの整理で疲れたので体力が余ってたらやるかもしれないですが、明日以降になるかもしれないです。やっぱね、充電ステーションはないとダメですね。自分みたいにこう持ってる機器が多い人は、そのいっぱい持ってる機器の充電を全部確保しないといけないというか、ある程度充電残量がある状態にしとかないといけないってなると、結構ね、うちもね、空いてるコンセントが少ないので、その空いてるコンセントを探して、そして充電器をね、用意して、ケーブルとアダプター用意して、その充電を始めるっていう。そのね、充電を始めるまでのハードルがすごい高いので、やっぱり、ガジェットマニアには、充電ステーション必須ですね。できればそこにあるね、元電源からちゃんと取りたいんですよね。この PC 周りの配線から電源取ってもいいんですけど、さすがにこう、タコ足配線になりすぎてしまうので、なるべくね、元から取りたいんだけど、届くかな。まあ、やってみよう。ちなみにちょっと頑張って充電ステーション作ってみました。簡易的ですが、見つけたテーブルタップを、これね、こっちの電源から取ってるように見えるかもしれないですけど、ちゃんと元電源から取ってます。こうずっとね、引っ張ってきてね、これがね、めちゃくちゃ長かったんですよね。多分3メートルぐらいあるんじゃないかな、このコードの長さが。めちゃくちゃ長かったので、あそこの元電源から取ってきて、このキャビネットの後ろを通ってずーっとですね、こんな感じで取ってきております。さあ、これで充電が楽になるはず。ここで充電できますね。そういえば人生で初めて卵焼きを作ってみましたが、まあ初めてにしてはいいんじゃないですか。まあ、もうちょっと綺麗にできてるような気もしますが、味は完璧ですね。めちゃくちゃうまい。あ、もう結構満杯な感じ。丸々半日ぐらいこの、エアコンと併用して脱衣所の除湿機で除湿をかけてたんですが、ほぼこのタンクいっぱいになってましたね。いや、これはだいぶこの脱衣所の除湿機もかける意味がありそうです。結局ね、湿度 50% ぐらいまで下げられたんですよね。エアコンだとね、どうしても 80% とか 70% までしか下げられなかったのが快適。
この私がいつも聞いてるローファイガールの YouTube。なんか新しいライブストリーミングが始まったと思ったら、これ21分前に開始されてますね。始まったばっか？インドみたいな感じでしょうか。すごい、これ今始まったばっかですね。なんか見てみたらジャパニーズバージョンもある。これはでも2週間前からか。いっぱい入ってるな。あったあったあった。さて、またメルカリで良さげなものを見つけたので、開封しようと思うんですけど、入ってました。じゃじゃん。これはですね、Apple Watch の、ポータブル充電器です。アンカーのものですね。質感高いな。こことかアルミになってて。いいですね。で、ここが、タイプ C 端子になってます。今までね、この Apple Watch の充電器って、これ、Apple Watch 買った時についてきた、純正の、充電ケーブルしか、持ってなくて、もちろん家ではそれ使って充電してるんですけど、外出先とか、どっかに泊まったりする時とかも、その Apple Watch の充電ケーブルをいつもの充電ステーションから引っ張り出して持ってってたんですよ。で、それがね、結構めんどくさかったのと、あとね、ケーブルじゃなくて、こんな感じのポータブルタイプのね、ケーブルとか一切ついてない、もうこれで完結しちゃう、ポータブルタイプの充電器が欲しかったんですよね。ここにタイプ C 端子がついてて、これを挿すだけで Apple Watch が充電できちゃうっていう。これだと、ケーブルがないから、こう、ちっちゃいし、ガジェットポーチとかに入れた時も、その、ガジェットポーチ内のスペースを占領しないし、出したりしまったりする時も、こう、ケーブルまとめる必要がないので、めちゃくちゃ欲しかったんですよね。ということで、メルカリで、定価より1500円か2000円ぐらい安く売ってたので、買いました。はい。これね、タイプ C じゃなくて、普通の A タイプの USB のものも売ってますね。でも、タイプ C だと急速充電できるので、これを選びました。キャップ付きですね。うん。キャップはプラスチックになってますが、本体のこの背面は、アルミになってるので、めちゃくちゃ高級感があって、いい感じですね。色は何だろうね。ブラック、若干青が入ったブラック的な、ネイビーみたいな感じですね。なんか紫っぽいかな、光に当ててみたら。照明が暖色だからかもしれないですけど、ちょっと青が入った、黒っていう感じの色でめちゃくちゃ高級感あります。これね、いつも使っているガジェットポーチなんですけれども、ケーブルタイプの充電器だとこうやって場所占領しちゃうじゃないですか。ですが、もうこれポータブルだと、こう、めちゃくちゃコンパクト。場所も取んないし、重くもならないっていうのでめちゃくちゃいいと思います。はい。で、基本的に自分は、この端子は全部、このガジェット周りの端子、充電端子は全部タイプ C に統一してるんですけれども、Apple Watch だけはやっぱ独自端子なんですよね。去年あたり EU で電子機器の充電端子はタイプ C じゃないといけないみたいな法律ができて、それによってiPhone も iPhone 15からタイプ C になったんですけれども、こういうね、スマートウォッチとかこういうものに関しては、その法律が免除されて、今まで通りこの独自端子を使うことができるので、多分、Apple Watch に関しては今後も独自端子を使っていくと思うんですよ。なので、いくら身の回りをもうすべてタイプ C で統一したいと思っても、Apple Watch だけはこの独自の端子というかね、なんでしょう、Apple Watch の、これもマグセーフっていうのかな。この専用端子がないと充電できないということで、なので、今、Apple Watch の充電器が1個しかない状態だと結構取り回しがしづらいんですよね。結構うちにある Apple Watch の充電器を、取り出して持ってこうっていうのが結構めんどくさかったりして、これ、持ってかなくていいかな、みたいな感じで持っていかないと、外出先で充電が少なくなって後悔することもあるし、一回ね、帰省した時に忘れてっちゃったことがあるんですよね。そしたら、家に帰ってる間ね、実家に帰ってる間充電できなくて困ったことがあったので、でもね、もうこれはもう家で使わずに、もうガジェットポーチに常に入れとく。これで、外でもApple Watchを気兼ねなく充電できるんじゃないかなと
思います。ちょっとね、このモバイルバッテリーに接続して充電してみますけれども、もうここにこうやって直接挿す感じです。だから充電中も場所を取らないっていう感じで。今、電源がないところを想定して、モバイルバッテリーに装着して、で、アプローチをこう、来るか。ボタンを押さないといけないから。よいしょ。もう、充電がなかったモバイルバッテリーの。とりあえずAC アダプターに取り付けましたが、壁にあるコンセントに取り付けてる感じはこんな感じですね。来ましたね。しっかり充電されてます。でも今、充電残量 97% もあるので必要ないんですけれど、こんな感じになりますね。はい、こんな感じで、めちゃくちゃ小スペースでアプローチを充電することができております。なぜこの台所の、電源でやってるのかっていう話ですけれども、ここしか空いてるところがなかったんですよね。そんな感じで、旅行先とかもこれで、小スペースでアプローチが充電できるし、モバイルバッテリーの充電残量があれば、もちろんモバイルバッテリーでも充電できるということで、これで結構 Apple Watch の充電周りがかなり充実したということで、かなり便利になりそうです。このガジェットポーチ一つ、カバンの中に、ガサッと入れれば、充電周りとか、作業関係の周辺機器とかデータ転送とかそういうことができるっていう、もうこれ一個で完結しちゃうっていう環境を目指してるんですけれども、ほとんどの、デバイスはもうここのガジェットポーチに入ってるもので充電できるんですけれども、Apple Watch だけ充電できないっていうのがね、心の中にあったんですよ。ですがこれからはこいつがあることで、常にこの Apple Watch のね、ポータブル充電器をここに入れておくことによって、もうアップルウォッチも、だからあれですね、すべてのデバイスを充電できるようになったっていうことで、もう、よりほぼ完全体に近づきましたね、このガジェットポーチ。iPhone 充電するライトニングケーブルとかも、今ちょっと入ってないですけれども、そういうのも入ってるし、最近だとこの外付けの天気買ったりとか、もうこれで結構ね、環境が充実してます。よかった。ちょっと、外で活躍するのが楽しみですね。夕飯は、これ地元で買ってきたチャーシュー。これ最後ですね。そしてこれも、地元の、湯川の道の駅で買ってきたごぼうの漬物なんですけど、これもめちゃくちゃ美味しいですね。ごぼうの風味とか食感もしっかり味わえるし、つけてある味もごぼうにマッチしてて美味しいというか、結構甘いですね。全部多分会津産のもので作られてるので、もう地元の味っていう感じです。